Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Meshtabi saw Shuhen number 6 です早いもので私たちが右も左もわからない YouTube というツールに手探りで取り組み始めてから丸3年が経ちました。皆さんのご視聴と励まし、応援の言葉、美味しいタレコミに支えられて楽しく続けてくることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回は3年間の総集編の第6弾。少しだけ形になってはいるものの、まだまだ成長過程のツッコミどころ満載の飯旅をご覧ください。それでは早速。Let's get it started. 1. Takikawa Honda Takikawa Hongteng滝川の老舗菓子店、立派なお店ですね。なんだかメルヘンチック。イートインスペースではフリーコーヒー、これ画期的です。しょっちゅう来ちゃいますよね、これじゃ。近所にあったら太っちゃいそう。キッズたちを集めてお菓子教室？こういう取り組み素晴らしいね。アップルパイが人気らしいんですが、なんと偶然焼きたてのほやほやを変えたのよね。グッドタイミング。本田さんのパイは水を一切使わず牛乳とヨーグルトでパイ生地を練り上げていて、そうすることによりボリュームが出て口どけがよくサクサクとした柔らかい独特の食感が生まれるんだそうだよ。本当にこれ初めての感じ。本田さんでしか出せない食感と味わい。オンリーワンのアップルパイだね。ときめきフフレもフレッシュな桃にふんわりとしたスフレがいいバランスだね。加糖やクリームに必要以上頼らない素材を生かしたスイーツ、ですね。男子はすっぴんが可愛い子が好きですからね。よくそう言うよね。でもマジすっぴん勝負できる子はかなりの総集派よ。総集派かなりの少数派よ。ああ、知ってる。街で会って挨拶されても誰だかわかんないようなすっぴん具合の子結構いるもんね。2. Shin Totsukawa King Teki Shuzo 北海道の酒造って17もあるのね。知らなかった。17。うん。金敵男山国丸千歳鶴田中北の勝に北の錦熊コロリだろう。熊のコロリ熊コロリの山に渡辺はもうお酒作ってないでしょ。あ、そうだ。何年か前に廃盤になったもんね。でも17万だね。詳しくは北海道酒造組合のホームページを見て。はい。金敵酒造の歴史は116年。大水害に見舞われた奈良県十津川村の住民が集団移住し、新十津川町を開墾したんですって。へえ、それで新十津川ね。なるほど。ニューヨークみたいな話だな。そうなの？ニューヨークも奈良県から移住開墾した町なの？いや、日本なわけはないよね。そして金敵酒造は入植後10年間の断酒を誓い、16年間開墾に励んだ入植者たちによって、俺たちの飲む酒は俺たちで作ろうぜと明治39年に創業されたんだそう。仕込み水にはすぐ近くを流れるトップ川の伏流水。米は地元産の酒造公的米を厳選して用いられていて、まさに新十津川の地域に育てられた酒造なのだそうです。すっごい歴史があるのね、金的には。まさに金の雫だね。もっと味わって飲むべきだったな。結構昔から飲んでるよね、金的さん。はい、結構好きなんです。特別純米の新十津川もね。このさだまさしラベルのやつは飲んだことないけどね。いや飲んだでしょ。あら、そう？日本酒って記憶が飛びやすいからね。そうみたいね。すんごい甘酒アイスだったね、これ。すんごい甘酒アイスだった。どっちかっちゅうと私もアイスよりお酒の方が好きかな。3. Takikawa Kissa Marine 滝川にはすんごい喫茶店があります。我々にとってはここは全品食べ放題。食い切れるものなんか一品もありませんね。はい。ボリュームが尋常じゃないので注意です。これは一反木綿なんでしょうか？エビの2本揚げを編み出したのはマリンなのでは？あれ何本だっけ？ 2 本ずつ5束 ?10 本だっけ？確か11本。いくらなんでもそんなにいらんしょ。危なくエビを嫌いになるところでしたよ。やばいよ、あれ。カツカレーもご飯少なくしてって頼んだんだけど、半分ぐらいしか食えなかった。
全然少なくない。私たちには危険すぎるわ、マリン。滝川市民ゴルフ場からすぐ近くだね。ゴルフ終わりの腹ペコに最適だね。7, 8. Takikawa. Marukatsu. 12号線沿いにあります滝川ソウルフード。昭和46年創業の老舗、ひたひたのカレーそばがなんとも魅惑的なフォルムとす。カレーラーメンは北海道数あれど、カレーうどん、カレーそばはなぜかあまりないのであります。ないのであります？日本語って難しいな。どういうこと？ないのにあるんだぜ。いや、めんどくさ。これ、そばを食べ終わったらライスをインする方も多いとか。おじさんはおにぎりをインしちゃいました。いや、入れるでしょう、普通。これはありですね。あり。っていうか、なんでもっとないのかな、ファストフード系そば屋さん。そうだよね。東京はいっぱいあるんだけど、札幌もないもんな。確かにジャパニーズファストフードってもっとあった方がいいよね。ハンバーガー屋さんはこんなにあるのにさ。だよな。言っとくわ。誰に？異様の匂いがするっていう人もね、結構テレビでもいっぱいいるんですよね。テレビはみんな言うんじゃない？芸能人とかもさ、ね、音声入って。異様の匂いする。その度におじさんは、異様は無臭ですっていう。武田先生か。はい。勉強になります。ああいう変な匂いの時ってあるよね。あれなんだべな。ゆで卵じゃない？なんでゆで卵で異様臭になる？異様は無臭です。3. Muro Ran. Te Ochi Soba En. 室蘭の繁華街にあるお蕎麦屋さん。ここは鴨焼きせいろっていうのが有名と聞きつけやってまいりました。鴨焼きせいろだ？なんと魅惑的なそばじゃないですか。ねえ、みんな鴨焼きか鴨せいろ頼んでましたね。食べ方を店員さんが説明してくれます。お蕎麦はつけ汁で食べるんですが、鉄板のタレにつけても美味しいですよって。なーに？タレにつけるですってと思いながら一口食べてみると、これいいです。やっべえ、よだれが止まらん。うまそうだな、そりゃ。割り下に鴨の油が溢れ出て、そばによく絡むの。やばうまです。こういう独自のやつやられるとたまんないよね。やっべえやつだな。4. Toya. Rumyurt. こちらも東野ノースウエストの超ナチュラルなパン屋さん。看板がなくて通り過ぎちゃいますね。ツタだらけな建物が目印ね。第二ランチ後だったのでちょっと遅かったかな。あんまり残ってなかったんだよね。ハード系のパンが主流なのかしら。かなり個性的な印象だね。重さにびっくり。こんな重たいパンは初めて。ね。でもこのパン美味しいです。2種類買ったけど両方すんげえうまかった。このパンのある朝食3日間は幸せでした。富谷に行ったら絶対買いたいパンだね。エジプト塩パンが品切れだったんでまた買いに来なければね。ね、興味津々不思議すぎるパン。かわいい。見た目がアルミナティーな感じでね。アルミナティ？ 7. Toyo Wula. Namihei Pizza. 豊浦にございますこちら。その名も波平ピザ。磯野さんがやってるというバッポ予想は外れ。グリーン予想のハゲ親父がやってるっていう説も大外れ。はい。イケメンサーファーのお店でしたね。イケメン。サーフィン、波乗りにちなんで、波絡みということで付けられた名前のようです。ご夫婦なのかな？女性の方も笑顔が素敵。浜辺美波にの美しい方でした。綺麗だったね。はい、人気の波平ピザ予想を大きく上回る美味しさでしたね。私たちが好きなミラノっぽいピザ。なかなかないよね、ナポリ系ばっかで。でも、ミラノとナポリの違いは何なん？平たく言うとナポリピザは、このピザ1枚で食事が終了し、1枚でお腹いっぱいになるのが目的に作られたピザ。ミラノピザは薄生地で外はカリッと中はふわっともちっとしているのが特徴で、前菜からデザートに至るまで全部に応用でき、食事を楽しむために作られたピザなんだって。ああ、だから波平さん、いちごのピザやってたもんね。あれ絶対食べたい。そうそう、リンゴと蜂蜜とかね、大好物ばっかし。食べたかったんだけど、第一昼食からピザ3枚はやばいってことでね。フォーとルーローファンが第二昼食に控えてたからね。
第3昼食にはパンも。楽しみでならない。次回またあのピザを食べるのが。次は3枚いったる。行く行く。4枚でもいいかも。8. Muro Ran. Peking Thay. 昭和33年創業、L 字カウンターのみの町中華屋さん。チャーメン昭和33年といえば、長嶋茂雄が栄光の巨人軍に入団した年ですね。食べ方について説明が貼ってあるけど、ソースと酢ってことは焼きそば的なことなのかな。すんごいスルーされてる。まずはそのまま塩あんかけ焼きそば、ちゃんぽんの中間といえばいいのかな。なんか癖になる味。ソース、酢をかけるとあら不思議、さっぱりに変身。醤油と胡椒だと和風になるらしいので次回やってみよう。9. Toya. Demeking Shock Door. 温泉街の中心にある大繁盛大衆中華屋さん。厨房には細いお母さんとテーピングしながら鍋を振るお父さんが切り盛りしているお店。中華屋あるあるだね。おやっさんのテーピング。お父さんずっと声を発してんだよね。味見しながらうまいとか、あれよっととか、せわしなく動いてるタイプ。母さんは喋んねえんだ。そうそう。それ独特の緊張感が発生する感じなの？右から左に受け流すタイプみたい。右から左に受け流すタイプみたい。はい。名物チャーハン登場。マジでやばい。笑いが止まらない。映像で伝わるかな。なんじゃこりゃ。2号ぐらいありそうじゃねえ。ほら、チャンダイクラス。すごいでしょ。パラパラ系のザ・チャーハン。これがまた米がうまいのよ。途中で食べきれるって錯覚起きちゃった。いやいや無理でしょこれ。はい、撃沈。私には頑張って3分の1がやっとでしたわ。10. Muro Ran. Kaitan Sushi Wasabi. 前回本拠地伊達でお世話になりましたわさびさん。今回は室蘭店にお邪魔しました。前回伊達店ではシャリ係が不慣れでご迷惑をおかけしました。今回のシャリはいかがでございましょう？誰？シャリ OK。 はい、完璧なシャリ加減でしたね。初めて見た人わかんないでしょ。前作のシーズン1、ガチまた食べたい室蘭伊達でわさび伊達店さんにお邪魔した時の動画もよかったらチェックしてみてくださいね。今回のシャリえがったっすね。完璧ドストライクでしたねえ。さあ恒例のイカマグロチェック。マグロはやはり美味しかったです。厚切りすぎじゃないってくらいの分厚いカット。太っ腹ですね。原価率大丈夫って、こっちが心配になっちゃうよ。余計なお世話。やりもマイカもうめがったな。私はヤリイカ派。そりゃそうばい。やっぱここはすごいわ。のどぐろ北海道初じゃない？あるだけでテンション爆上げでした。久々ののどぐろうまかったね。やっぱり美味しいね。高校生の時、学校での話ですけど、コンテストっていうのも企画しましてね。全部下ですね。これはもうしょうもないですよね。たまたま仲のいい友達で3人が、便意を催したんで、連れ運に行って、連れ運、せっかくだから、勝負しようぜ。誰が一番インパクトのある便をするかっていうね。そういうことね。早く終わるかと思う。で頑張って俺は自分のイニシャルを書いたんだよ。まあ T だから簡単なんだけど、まあ俺に勝てるやつはいないだろうって思って、もう一人のやつのを見たら、もうしょうもない普通の便だったね。しょうもない便だった。くそー、すげえなお前イニシャルかよとかって言ってよしもう俺の勝ちは決まりだなと思ってもう一人のやつのを見たら、そいつ緑色のうんこしてたんだよね。本当に？なんで緑色なのかわかんないけど、すげえ参りましたって言ったらね、それ見た瞬間にね。カラー入れてくるのはなしだね。すげえ尊敬したわ。今も元気かな？元気です。お元気。彼もね、海外生活長いですよ。1. Kitami. Shaberi Thai. 10年越しで狙ってたカレーなんです、これ。
2、3年に1回くらいしかオホーツクは来ないもんね。そんな中、2回連続臨時休業、チーンってね。やっとこさありつけました。ナチュラルウッディ調インテリアにボーカル系のジャズって癒されるわ。海のすぐそばってのがまたいいよね。このお店好き。従業員同士のやりとりに爆笑だったね。開店と同時にパタパタっと十数人来客。注文を聞いて回ったホール係の女の子が注文をまとめてキッチンにオーダーを通します。流氷ソーダが3つとホタテカレーが全部で5個ぐらいですって。それ一番困るやつ。可愛すぎるやろ、サラちゃん。また勝手に名前をつけるな、こにゃろう。確かにレッドブルサラちゃんっぽかったね。さすがオホーツク、ホタフ最高ですね。ね、カフェっぽいからそれは期待してなかったんだけどね。一口噛んだら、嬉しくなる美味しさだったね。さすがサロマだね。さすがホタテ王国っす。カウンターを覗くとホタテに一個一個衣をつけているのが見えましたよ。オーダーの都度衣付けしてたのか。すごい。これ大事。美味しいホタテを。ありがとう。ありがとう。Saloma, Hokusho Sui-san. サロマといえばホタテバーガー。以前は8時オープンだったんですが、9時に変更されてました。チーン。事件です。コロナがいろいろ地球を変えちゃったんでしょうかね。1年おきには来ている安定の飯旅殿堂入りのこのバーガー。担当が変わったのかな。新人さんに伝授されてないのか。初めて残念な感じ。明らかに前回までのホタテバーガーと違いました。まあもちろんたまたま調子の悪い日だってあるさ。大谷翔平だって434の日があるようにね。おじさんの分析によるとタルタルが多いのと油のコンディションがちょっと良くなかったんじゃないかな。次回6打席連続ホームランに期待ですね。村上すごいよね。5打席連続だっけ。史上最強日本人スラッガーかもね。5。おじさんはセブンパットっていう大記録を持ってるけどね。セブンパット？嘘でしょ？マジさこれ。しかもパーオンセブンパットの9ですからね。それは大記録ね。詳しくは親父の小言でお話しします。9. Abba Shali. Big Sun. 住宅街なのに大混雑でしたね。網走の美味しかった思い出。安定のビッグサン。やっぱり変わらず美味しかったね。網走来たらやっぱり寄らずにはいられないっすね、ここ。そうだね。タコがね、違うんだよね。わかる。私お寿司でタコってセットでついてきたのしか食べたことなかったの。だって美味しいと思ったこと一度もなかったから。でも新鮮のカツダコうまくてビビった。タコうまいね。ヤリイカも音が鳴る歯ごたえ。港町ピーポーも満足のネタなんだわ、きっと。7. Kitami. Kaitan Sushi Tori Tong. 39号線大雪大通り沿いの創業本店ということで素通りはできません。すごいですね。ランチも夜も大行列。トリトンパワー健在ですね。路線変更したのかな。いつの間にか食べやすい大きさになってたね。そうよね。最初の頃ネタでかかったよね。はい、そう記憶しております。今は全国的にグルメ回転寿司全盛って感じですかね。中トロ2貫450円前後に落ち着いた感ありますね。このサイズなら食べやすいわ。昔のデカネタサイズはごめんなさいな私です。おじさんでも無理だってあれは。美味しい回転寿司が増えて嬉しいけど、握りのお寿司屋さんって大変でしょうね。そうだろうね。寿司だけじゃないけどね、価格レボリューションは。と言いますと？床屋はおじさん子供の頃から2、3000円だったのさ。40年以上前だぜ。今1000円でしょ。おじさんなんかもうおしゃれしてないからさ。昔はおしゃれしたような口ぶりですね。クリームパンは20円だったのが今5倍の100円になっちゃってるわけで。クリームパン20円？戦前の話？ドル円が360円固定だった頃さ。ドル円が360円って話は聞いたことあるけど固定だったの？そうだよ。1973年の現在の変動相場に移行するまではね。クリームパンは5倍になってるし、タバコもね。なのに1000円カットに100円寿司100円ショップでしょ。美容師さんや寿司屋さんは大変だね。日本が大変さ。給料も。ところでトリトンはどうだったのよ。美味しかったよ。ただイカはいかがなものかと思ったけどね。それ言いたいだけ。いい加減にして。
昔、うん。アロハカントリーって行ったこと？あるある。あそこがリレントカントリーでリレント系商品がやってるコースだった時に、まあ時々行ってたんだけど、まだ高速がね、帯広の方に行く高速ができてなかったと思うんだよね。何十年前やね。で、立地も悪いし、コースもなんか短いし狭いし、うん。あんまり人気がなかったからなのか、何か特色をつけたいってことで、グリーンをめちゃめちゃ速くしてたんですよ。それが気に入って、俺たち結構行ってたんだけど、まあ結構アマチュア競技クラスのスピードが出てるぐらいのグリーンのスピードだったのね。で、短いミドルホール、打ち上げのホールがあって、まあドライバーパーンって打ったら、残り100ヤードあるかないかぐらいの、まあ普通にパワーオンして、まあ、ちょっとピンが手前だったんで、ハイについちゃったんだよね。奥に。奥にね。で、バーディーパットを打ったら、まあ、グリーンから出てしまって、して、まあカラーからだよ。手前のカラーからピンに打つでしょ。そしたら、もう穴に入らない限りは全部戻ってきちゃうんですよ。やば。すっごい意地悪なところ。もう3パット、4パットザラですよ。それを何回繰り返したんでしょうね。行ったり来たり。で、ちょうど、茶屋が、次のホールの、ショートホールの茶屋が、土手上がったところにあって、その窓からみんな見てるんだよね。待ってるわ。ゲラゲラ笑いながら、あいつは何をやってるんだ。もう、そのホールだけで、ケツの毛まで抜かれたっていう。その記録はね、アーニー・エルスがね、5パットか6パットぐらいはやったと思うんだけど、USPGA で、7パットしたっていう話はね、さすがにね、聞いたことないね。どなたか7パット経験ある方、コメントください。ギネスに申請すればよかった。1. Tobetsu. Kabato Seimenjo. 札幌から275号線を北上。275って浜頓別まで繋がってんのね。知らなんだ。275が直角に曲がる当別境町交差点のちょい先にあります。平日でもすんごい人ね。開店前のスタッフ朝礼、謎の声かけ、ヘイヘイホー、ヘイヘイホーって聞こえてきたけど。ちょっと怖いよね。サブちゃん好きなのかな。いやー、失敗しました。じゃあ何しました？このお店はうどんもさることながら天ぷらが不百行のお店でしたね。他の人のテーブルを見てて気づきました。春菊やかき揚げがめっちゃうまそうが時すでに遅し、先に注文うどん屋システムなので追加しようにも長蛇の列に並び直さなければならない。超失敗。それってマンションの14階に住んでて出かけようと思ったらエレベーターに点検中の札ぶら下がってて、マジかって階段で降りてやっと1階着いたって思ったら、あ、携帯持ってくんの忘れたみたいな状態。まさにその通り。いやー、しくった。自分をぶん殴りたい気分。どうぞどうぞ。いやー美味しかったね。釜バター、これはあれです。あれカルボナーラ。そうだそうだ、カルボナーラうどんだ。いや、すっごいうどんだったねこれ。吸えない。歯ごたえもっちりすぎてなかなか食べ進めれないし、これなんていうのかな、不思議ちゃんうどんだね。これを吸うのはなかなかきついよ。佐藤しおり師匠に見本をお願いしなきゃダメだね。しおりちゃんなら吸えるかな。これ吸えたらマジ尊敬する。いやー、次は絶対にエレベーター点検の日に携帯を忘れて出かけたりはしない。2. Tobetsu. Cafe Terzina. 北欧の風、道の駅、当別にございまするこちらカフェテルチーナ。テルチーノさんのイタリアンは昔から好きで時々お邪魔してるよね。はい、札幌で食べるとしたらテルチーナさんかエストくらいだね。はいはい、エストのフォカッチャやば好きなんだよね。あとレバーロね。あー、来たら食べたいわ。はい、それで気になってたこちら、まあ堀川シェフがいるわけではないので、板は堀川シェフ痩せたね。ペラペラになってた。はいはい、プロデュースってことなのかしら。メイビー多分ね。さすがですね、てるちゃん。美味しかった。大好きなキッターラタイプの生パスタ。これは道の駅にはもったいないかもね。奥様たちやレディーたちが大喜びのメニュー。そうね、ギャル同士で道の駅あんま来ないかも。野郎どもはラーちゃんに1100円出してもパスタには出さんだろうからね。
そっか。ああ、そうだろうね。とりあえずこれはありってことで。絶対また食べたい。3. Ban Naguro. Menyami Yabi. 豪華な石狩市役所の向かいにあります麺屋みやびさん。1999年からなのかな。創業23年だそうです。大繁盛ラーメンですね。このお店札幌市内にもあちこちあったはずなんだけど、調べてみると札幌界隈のお店は本店だけになったみたい。埼玉と留萌と、なんとおじさん大好きペナン島に進出してました。ペナン島ってマレーシアの？そうそう。あとクアラルンプールとね、ペナン行きがまた楽しみになりましたね。シーズン3くらいで行けるかな。行けるといいね。次回の飯旅はJakaino Meshatabi Wa. Gachi de Mata Tabathai. Malaysia. Penang Island Kaiwai Des. Otanoshamini. ってね。憧れる。なんか石狩活気あるよね。若い人がいっぱいいる。ねえ、すごいよね。どこもかしこも au ソフトバンク。それ好きだね。好きですね。このラーメンも男に生まれてよかったです。なんで？ラーメンくらい女子も食べるでしょ。だっておじさんが女だったらめちゃめちゃいい女だろうから、一人でラーチャンセットなんて絶対食べないの。どういう理論それ？しっかりコシのある麺と濃厚な味噌スープ、チャーハンも都度煽る美味しいチャーハン。大混雑の店内にずっとチャーハンを煽る音が響いてましたよ。いや、ほんと男でよかったわ。4. Tobetsu. Chuka Jigan. 当別の中心にある中華屋さん。こちらも野郎どもに大人気ね。男性率 100% の華やかさのみじんもない昼時、グリーンが好一点でしたね。ほんまや。メニューには載ってないが、食べログの書き込みはカツカレーラーメンばかり。先週室蘭伊達界隈でカレーラーメンばっかりだったので、さすがに気持ちがカレーに向いていかない自分。ふむふむ。しかもサングラスが折れて不吉な予感。カツカレーイコールおじさん。悲しいがな。任務は遂行せねばならんのじゃ。いや、カツカレーは大好物だけど、ラーメンにカツカレーは求めていませんの。ラーメンも好き、カツカレーも好き。でもカツカレーラーメン？いやいや、混ぜない。どうして？好物だらけじゃん。石田ゆり子も好き、吉高由里子も好き。でも小池百合子はダメなの。もう尻滅裂。ということで、老体に鞭打ってチャレンジしました。因果な商売じゃの。無理やり食べたんだけど、あれ？このカツカレーラーメンうまいかも。もう。カツカレーラーメンの中では一番好きですね。これ多分塩ラーメンにカレーをかけてる感じ。これならいける。カツがスープに浸っててもさっくりしてるのは不思議な感じで、しかもすんげえカツがうまい。よかったじゃん。食わず嫌いだったんじゃない？ってことはゆり子も？それはダメ。5. Atsuta. Ishikali Humi Ichi. 熱田アイロードにございます。ここはまず寄っちゃいますよね。でも閉まるのが早くってね。だってこの日本海側って異常にコンビニなくない？そうなのさ。熱田から留萌まで100キロの間に浜松にセコマが1軒あるだけなんだよ。便意は死を意味するんだよ。それ寄っちゃうわ。2回くらい閉まってたよね、ここ。だのさ。まあこれはアスティの踏み市でも買えるし、時々スーパーの催事なんかで札幌市内で買えたりするんだけどね。2階のテラスソファーは夕日を見るのに特等席。3階はバルコニーテラスになっていて、より爽快。このロケーションで夕日見ながら若いカップルなら、バッテラってなるんだろうけどね。我々はそういったことはお構いなし。はい。美味しいニシンの親子バッテラです。Jakaino Meshatabi Wa. Gachi de Mata Tabathai. Abashali Shilatoko Kaiwai Des. Otanoshamini. See you soon. ペナンはね、4回かな、気に入って行ってるんですけど、昔は東洋の真珠とか言われたぐらい美しい島だったんでしょうが、まあ海とかはねそんな綺麗な感じではないんですよ。今はタイに長期滞在してて3ヶ月に1回タイを出なきゃいけないってんで、香港、北京やシンガポール毎回あちこち行ってたんだよね。ペナンのエビラーメンがうまいっていう噂を聞きつけて、でアジアンエアで行ったの。エアがね笑うよ。安い日だとバンコクから片道500バーツくらいなんだよね。500バーツったらね、1500円ぐらい当時。1500円？安っ。バス？
むっちゃ安いじゃん。それ気軽に行っちゃうよね、ラーメン食いに。いけるよそりゃ。である時スタッフを連れてペナンに行った時ね、うん、一通りうまいもん食って野郎2人で退屈だから友達でも作ろうかななんて思ってテンション上げるのにバーでテキーラを3連発ぐらい飲んでたんだよね。うん、したっけ、現地の若者30歳前後ぐらいの男女5、6人のグループが寄ってきて、楽しそうだね、一緒に飲もうぜみたいな感じで、一緒に2、3杯テキーラ5時になって、でクラブに行きたいから教えてくれって言ったら、じゃあこれから行くからついてきなってね、すげえかっけえクラブでさ、1000人キャパの六本木にありそうな、とりあえずガンガン飲んでたっけ、気がついたら女の子連中がいなくなってて、俺たち2人とマレーシアンも野郎2人の消防士と坊さんの2人が残ってて変わった組み合わせやね。で22カップルみたいになっちゃってなんかそのうちケツとか触られたりしてなんかめんどくさいことになりそうだからガンガン飲まして潰すぞっていうことでガンガン飲ましたんだけど、結構強くてそのうちもうボディタッチがエスカレートしてきてね、やばいやばい、もうこれはやばい、逃げるぞっつって、ベロベロに酔ったふりして逃げるぞっつってもう加トちゃんと志村みたいに千鳥足のまでしてダメだ酔っ払っちゃったっつって逃げて帰ってきたっていうよく帰ってこれましたね。でその後またうろうろ盛り場を歩いてたらまたばったり会ってちょっと気まずかったあれみたいな。帰国してからもねしばらくFacebookでつながってたからメッセージのやり取りして